はい、皆さんこんにちは。機械系男子のケンイチです。今回はですね、なぜ本を読むといいのかについてお話ししていこうと思います。で、最初にですね、念のために補足をしておきますけども、今回お話しするのが、本を読むとなぜいいのかっていうことについてお話しするので、決してですね、本を読まないからといって、こうなるっていうそういう危機感を煽るような動画じゃなくてですね、本を読むとこういういいことがありますよっていうことをですね、お話ししていこうかなと思います。なので、ざっくりしたイメージで言うと、栄養素と同じような話だと思ってください。いろいろと栄養素がありますけども、例えばタンパク質とかだと、必ずしも肉とか魚からしか取れないってわけじゃないし、大豆とか他の、いろいろとね、食べ物にも含まれているわけなんで、今回の話は、例えばタンパク質をいっぱい取りたいのであれば、こういう食材がおすすめですよみたいな感じと同じような感じで、本を読むと、こういう栄養素がいっぱい取れますよっていうことをですね、お話ししていこうかなと思います。で、まずですね、もう一番最初に、結論から言ってしまうと、なぜ本を読むといいのかについての回答としては、一つの答えとしては、それはですね、本を読むと人としてですね、成長させてくれるからなんですよ。違う言い方をすると、大人になるっていう感じなんですけども、道徳が身につくということになるかなと思います。なのでですね、大人にとっての読書っていうのは、いわゆる、学校の授業で習ったような道徳と同じような効果をですね、もたらしてくれるんじゃないかなというふうに今回ちょっと考えましたんで、それをね、お話ししていこうかなと思います。道徳っていうね、響きがね、結構懐かしい人もいると思うんです。僕もね、小学校の、2年生、3年生ぐらいまでかな、道徳っていう授業があったんですけども、やっぱり小学校のもう高学年になってくると、道徳っていう授業はなくなって、それ以降ね、道徳っていうものについてじっくり考えるっていう機会はなくなってったんですよね。だから学校教育でも、道徳っていうのは小学校に1、2年生ぐらいまでやって、それ以降はですね、学校の行事であったり、授業以外の学校生活を通して、周りの教員とか大人がですね、道徳を養っていくような感じになっていくんだと思います。大学生とか大人になってくると、別に誰からね、道徳を教えられるとか、周りの大人からですね、道徳を教えられるってことないと思うんですよ。なのでですね、読書っていうのは大人にとってはですね、道徳を学ぶこととですね、同じような効果をもたらしてくれてるんじゃないかなというふうに思います。じゃあその道徳っていうものは何なのかっていうことなんですよね。それが育ったらどんないいことがあるのかってことなんですけども、道徳っていうのはですね、これ辞書で調べたらいろいろとね、パッて出てくると思うんですけど、僕なりにはですね、正しい正しくないの線引きができないような問題とか行動についてね、道徳の考え方っていうかそういうのがね、役立ってくるかなって思ってましてですね、道徳って、倫理とも結構近い存在で、扱われたり言われたりするんですけども、倫理っていうとね、やっぱり僕としてはちょっと言い方が強くてですね、なんかちょっと押し付けてくるような感じなんですよ。イメージで言うとですね、倫理っていうと一般的に常識とか、あとはマナーとか、あとは礼儀みたいな感じで、その基本的にマナーがなってないと、常識がなってないと、それがよろしくないよねって言われるような、そういう感じでちょっと押し付けてくるような感じがするんですよ。で、それよりも上になってくると法的な力が働いてきて、法的にアウトかセーフかっていう話になってくるんですけども、道徳ってなると別に、法的に裁かれるわけでもないし、マナーとか常識のね範疇に収められないような気もするんですよ。誰か一人一人の行動をとってみても、常識としてはマナーとしては、アウトかもしれないけども、でもやっぱりその人の行動っていうのは、その人の意思っていうのは尊重に値するものだっていう風にね、受け入れる心がね必要かなって思うんですよ。だから一概に、法的にアウトかセーフかで言えないし、そういう常識とかマナーの範疇としてもやっぱそこで裁けないようなものっていうのが、道徳ってことになってくるかなって思うんですよ。いわばですね、その人が何を尊重してるか、どういう考えに基づいて行動してるかっていうのが、道徳に結構根付いてるかなって思って、その人の意思としてその人の考えとして、それを尊重できるかどうか受け入れられるかどうかっていうのが道徳の心かなって思います。で最近ですね読んだ本の中でもこのね、有川博さんが書かれた阪急電車の中にもあったんですけども、ちょっとだけねお話を紹介すると、その友人の結婚式に呼ばれて、登場人物の女性の方は結婚式に呼ばれたのに白のドレスでその結婚式に参加したんですね。でそれは当然、非常識だしマナーとしてはなってないんですけども、でも実はですねその女性ってのは、自分の当時付き合ってた彼氏をその結婚式に呼ばれた友人に、寝取られた形だったんですよ。だからその打ち入りとしてその結婚式に白のドレスを着てって参加したわけなんですね。なのでその打ち入りに行く女性としては覚悟を持って、一生に一度の晴れの舞台を自分がね呪いをかけに行く日にしたかったわけなんですよ。そういう覚悟を持って、打ち入りに臨んだわけなんですよね。なのでこういう話を読むともちろん
法的には裁けないんですけども、マナーとしては、アウトな白のドレスを着てってマナー違反だと、非常識だってなるんですけども、だからといってやっぱりその人の行動、白のドレスを着てってね、打ち入れの覚悟を決めて、結婚式に出席した彼女のですね、行動をですね、やっぱり一概にね、全面的に否定できないんですよね。そういうのがね、道徳かなっていう感じ。なので、何が正しくて何が正しくないかっていうような、そういう線引きじゃなくてですね、誰を尊重するか、何を尊重するかっていうような話になってくるんですよ。その人の考え方とか、その人の生き様を尊重するとかっていう風な話になってくるんですよね。これがね、読書をして、育まれることかなって、道徳の心が育まれるかなって思うんですけども、じゃあなんでそうなるかっていうと、これは別にそんなにくどくどと説明しなくても分かりやすいと思うんですけど、やっぱり小説っていうのはいろんな登場人物が出てくるわけなんですよ。さっき言った、友人の結婚式に白のドレスで出席するような、打ち入れに行くような女性とかも出てくるわけで、いろんな人の人生が出てくるわけなんですよね。いろんな人の人生とか登場人物の行動とか考え方に賛成するとか反対、そんなに良くないなって思ったりいろいろあると思うんですけども、でもやっぱり自分の考え方とは違っても、その人の考え方を尊重できるかどうか、簡単に否定するんではなくて、その人が何を大事にしているのかとか、どういう価値観を大事にされているかっていうのを、いくらか推し量ってですね、その人の行動とか意思決定っていうのを尊重してあげるっていうのが、これが大人の対応っていうんですかね。もちろんその考え方とかにね、賛同できなくても、でもその人の大事にしているものを、それを尊重してあげるっていうのが、どこまでできるかっていうのが、道徳の心かなって思うんですよね。なので本を読む、小説を読むっていうことは、他人の人生を見て、それをどこまで尊重してあげられるかというか、どこまでその価値観を受け入れられるかっていう話になってくると思うんです。でも同時に、いろんな人の人生を見ていく中で、いろんな物語に出会っていく中で、自分なりにも大事なものが見つかったりとか、大事な価値観っていうのが、考え方とか見つかったりするので、それがですね、自分のこれからの人生の軸となってくることもあるので、自分の人生をどうやって良くしていきたいかっていうのも、見つける手がかりにもなりますし、他人の人生を尊重する考え方をね、得られるきっかけにもなるので、ぜひですね、いろんな本を読んでほしいかなと思います。それがですね、本を読む理由、本を読むといいことですね。なぜ本を読むといいのかってことについての答えですね。で、今のはですね、大人に対しての大学生とか社会人の人が、本を読んだ方がいいって一概に言われるけども、なんでなんだろうっていう風な疑問を持った人への回答なんですけども、仮にですね、ここからはもう全然余談なんですけども、仮に、小学生、中学生の子供が、もしくは高校生の子供が、なんで本を読んだ方がいいのっていう風に質問してきたときに、同じように返しても、やっぱりちょっとピンとこないと思うんですね。道徳が育つからっていう風に言っても。もちろん、やっぱり学生でね、道徳ってのは小学校1年生、2年生が習うものだと。それを今更ね、身につけようなんて思わないよっていう風になっちゃうと思うんですよ。だから子供に対してね、どうやって返すかっていうのが、結構ポイントなんですけども、僕もね、もちろん、親じゃないし、まだ結婚もしてないんですけども、でもやっぱこれね、毎回ね、ちょっと考えちゃうんですよ。なんで本を読んだ方がいいのかっていう風な疑問に触れるたびに、もし子供がそう尋ねてきたらどうしようとかって、どう返そうかっていう風に悩んだりするんですけども、それのね、返しとしてね、そんなにね、うまい返しじゃないかもしれないんですけども、子供がですね、小学生、中学生の子供がですね、なんで本を読んだ方がいいのっていう風に尋ねてきたら、読んでみたらわかるよっていう風に、返すのがですね、僕なりの答えなんですよね。もし自分の子供がそう尋ねてきたら、そう返そうかなと。で、もし高校生とか大学生の子供が尋ねてきたら、それはね、もうちょっと強い言い方っていうか、本を読んでみたらわかるんじゃないっていう風に、ちょっと長やりな方法かもしれないんですけども、でもそれで結果的には自分でね、本を読むと何がいいんだろうか、それをね、考えながら読むことになるので、いくらかね、自分なりの答えを見つける手がかりになるかなと、きっかけになるような気もするので、そんな感じでね、僕は返そうかなと思います。もし自分に子供ができた時に、子供がそう聞いてきたら、本読んでみなっていう風に、読んでみたらわかるよっていう風に返すかなって思います。やっぱりね、簡単に答えがパッて出てこないのが難しいところですよね。さっきもね、道徳が育つって言いましたけども、本を読んだからといって、やっぱ必ずしもね、めちゃめちゃ人格者みたいなね、子供が育つか、そういう風に大人になるかっていうと、そうでもないわけで、やっぱりこれもね、栄養素みたいな話だと思うんですよね。本ばっか読んでても、栄養が偏っちゃって良くないと。バランスよくね、いろんな現実世界とか、友達との交流とかも交えながら、その中でもやっぱ読書っていうものをですね、栄養素の一つとして、捉えていってくれたらですね、いくらか自分、人生が豊かになっていくかなって、自分のね、生きがいとか生き様とかをね、持っていけるかなって思うので、これからの、ね、自分の人生の中に少しだけで読書っていうものをですね、取り入れてみてもいいのかなって思います。はい。ではですね、今回は、なぜ読書をするといいのかってことについて
お話しさせていただきました。少しでも参考になったら嬉しいなと思います。それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。